フランス王室の運命を変えた前代未聞の詐欺事件。首飾り事件。ルイ15世が長期デュバリー夫人のために作らせたと言われる一品。この首飾りをめぐる詐欺事件は、王妃マリー・アントワネットの名誉を傷つけ、王政の威信を揺るがし、やがて取り返しのつかない事態を引き起こすことに。身の潔白を証明したいアントワネット。彼女を守ろうとするルイ16世。宮廷に渦巻く嫉妬と欲望。そのすべてが絡み合ったとき、運命は予想もしない方向へ転がり始める。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。マリー・アントワネットは1755年、オーストリア・ハプスブルク家の皇女として生まれました。母はヨーロッパの女帝と呼ばれたマリア・テレジアです。マリーは16人兄弟の15番目として生まれ、音楽やダンスが得意な少女だったと言われています。政略結婚によってわずか14歳でフランス王太子ルイと結婚し、ベルサイユ宮殿に迎え入れられました。この結婚は当初、彼女の姉であるマリア・カロリーナが予定されていたと言われています。ところが、さらに上の姉であるマリア・ヨーゼファの突然の死により、結婚の組み替えが必要となり、結果としてアントワネットがフランスへ嫁ぐこととなったのです。この結婚は、それまで長く敵対していたフランスとオーストリアの友好関係を強化するためのものでした。しかし、オーストリアで時に一般の子供たちと触れ合いながら自由に育ったアントワネットにとって、フランス宮廷のしきたりや礼儀作法は窮屈なものに感じられました。彼女の自由な気質、そしてフランス国民のオーストリアへの敵対感情、度重なる戦争で疲弊した財政、すべてが重なり合い、運命はやがて予想もしなかった悲劇へと転がっていくこととなったのです。1772年フランス、時の国王ルイ15世は公式長妃であったデュバリー夫人へのプレゼントとして550個以上ものダイヤモンドを使った首飾りの作成を依頼しました。ところがその2年後の1774年、ルイ15世が崩御、デュバリー夫人は宮廷を追われます。こうして160万リーブル、現在の価値で約7億5000万円相当の高価な首飾りは行き場をなくすことになったのです。これに困ったのが宝石商のボーマーとバッサンジュでした。首飾りを売ることができなければ破産の憂き目に遭ってしまう。そこで2人は宝石大好きな浪費家として知られる王妃マリー・アントワネットに購入を打診することにしたのです。ところが彼女はこの申し出を断ります。ルイ16世も彼女にこの首飾りをプレゼントすることを提案しますが、彼女は受け入れませんでした。今はネックレスよりも民のために予算を回すべきです。それはフランス王妃として当然の決断でした。しかし数年後、購入を断ったはずの首飾りの支払い請求が突然彼女のもとに届くのです。一体誰が？驚いたアントワネットはルイ16世と共に調査を命じました。首飾りを王妃の代理として購入したと主張していたのはルイ・ド・ロアン枢機卿。ロアンは聖職者にもかかわらず華美な生活と女性関係で知られた人物でした。かつてのウィーン滞在時代、アントワネットの母マリア・テレジアはロアンの堕落ぶりを嫌っていました。アントワネットも彼を嫌い冷遇していましたが、彼は大臣への昇進のため王妃の信頼を取り戻そうと必死だったのです。そこに目をつけたのがジャンヌ・ドラモット伯爵夫人。彼女はかつてのフランス王家バロワ家の末裔を自称する没落貴族の娘で、詐欺師ニコラ・ドラモットと結婚し、ラモット伯爵夫人を名乗るようになりました。バロワ家の末裔として人一倍プライド高く育ったジャンヌは自らを王妃の親友と自称し、贅沢な生活を送っていました。
その財力の元となっていたのがロアン枢機卿です。彼女は自分が王妃の親友だと装ってロアンに近づき、王妃からの頼みだと言って継続的に金銭を巻き上げていたのです。ロアンの信用を得るため、王妃の署名入りの手紙を偽造。偽王妃とロアンの手紙のやり取りは30通以上にも上ったといいます。しかし、度重なる面会の依頼を断られ続けたロアンは、次第に不信感を募らせていきます。そこで、ジャンヌはついに、偽アントワネットとロアンの密会を演出することにしたのです。真夜中のベルサイユ、ヴィーナスの森。暗闇の中、アントワネットそっくりの女性、ニコール・ドリーバは、王妃の服装をまとい、ロアンにバラの花を差し出しました。こうしてロアンは、完全にジャンヌを信じてしまいます。そして、王妃と親しいというジャンヌの噂は、ついにネックレスを持て余す宝石商の耳にも届くのです。宝石商からアントワネットとの仲介を頼まれたジャンヌは、ロアンを巻き込むことを決めます。ロアンは偽王妃の手紙にすっかり騙され、首飾りの分割建て替え購入を承諾してしまいます。ところが、予定されていたアントワネットからの支払いは、何かと理由をつけて引き延ばされていきます。これに困ったのが、またしても宝石商のボーマート・バッサンジュです。宝石商からの支払い要請を受け、驚いたのはアントワネットでした。やがて真相は露見し、ジャンヌは逮捕されました。ロアン枢機卿も王妃の前で問い詰められ、事実を知って愕然とします。それはアントワネットにとって自身の名誉を傷つける大問題でした。彼女は公衆の面前で事実を明らかにし、自身の名誉を回復することを望みました。ルイ16世も彼女の名誉を守るため、この件を詐欺及び国家的侮辱事件とみなし、被告たちをパリ高等法院で裁くことを決定します。ロアンには国王と王妃に謝罪することで、秘密裏に問題を処理する提案もなされましたが、彼はこれを断り、高等法院での裁判を選びました。しかし、これが結果として、王室にとって意図しなかった方向へ、事態を加速させていくこととなったのです。容疑者たちは逮捕され、バスティーユに収監されました。そして、連日にわたる尋問、容疑者同士の対話、証人喚問などが実施され、詐欺事件の全容が明らかになっていきました。ジャンヌは最後まで無罪を主張しましたが、王妃の手紙を偽造したレトード・ビレットの自白、国会司祭であるペール・ニコルロとの証言などが重なり、彼女の有罪は決定的となりました。そして、1786年5月31日、ついに判決が下りました。ロアン枢機卿は詐欺の被害者であったとして無罪に。ジャンヌ・ドラモット夫人は有罪、鞭打ち、V字烙印、終身監禁の刑。ニコラ・ドラモットは逃亡中でしたが、欠席裁判で有罪となりました。王妃の手紙を偽造したレトード・ビレットは有罪となり、終身の労働刑。偽王妃を演じたニコール・ドリーバは証拠不十分で無罪に。この結果はアントワネットが望んだものではありませんでした。ロアン枢機卿やドリーバが無罪となったことで、アントワネットには真夜中のベルサイユで臣下と密会をするような女というイメージがついてしまうことになったのです。さらに、裁判後のルイ16世の行動も、王政への不信感を増大させることになります。彼は、裁判で無罪となったにもかかわらず、封印命令を発布し、ロアンを地方の修道院へ追放してしまったのです。こうして、司法と王権の対立が決定的になります。民衆はロアンを不当な扱いを受けた被害者とみなし、逆に王妃への不信が一気に高まる結果となってしまったのです。一方、ジャンヌは脱獄に成功。ロンドンに逃亡すると、回想録を出版し、自らを被害者として王妃を悪女として描きました。この本は大きな反響を呼び、浪費と陰謀の象徴としてのマリー・アントワネット像が確立していきます。多くの人たちは
見たいと欲する現実しか見ていない。かつて、ローマの英雄、ユリウス・カエサルが言ったとされる言葉です。首飾り事件ほど、その言葉を象徴する事件はないのかもしれません。民衆は、浪費家で高慢な悪女としてのマリー・アントワネットを望み、そして憎んだのです。そして、首飾り事件からわずか4年後、フランス王室は動乱の渦に巻き込まれ、その姿を消すことになるのです。このチャンネルでは、少し変わった歴史をご紹介していきます。チャンネル登録して、次回もぜひ見てくださいね。